I love you so much on this show. It feels like you serve as the bridge and sort of the translator for the audience and your fellow panelists. And so I'm curious, うん。what part of the boys' experiences this season made you most hopeful for queer representation in Japan? そうですね、これまあボーイフレンドに関してはシーズン1も2も同じくだと思うんですけれども、やはりいわゆる本当にゲイの人たちがどういうことを思って、クイアの人間がどういうことを思ってどういうことを感じてどういう生活をしているのかってまだまだマジョリティの方たちって知らなくて、どうしてもこのテレビの中だったりメディアの中で目立つ我々みたいなすごく極端な人たちがまだレプレゼンティブというか代表して印象を与えてしまっている状況っていうのはあると思うんですね。ただそんな中でいわゆるこういうお仕事でもなくていわゆる一般のお仕事をして一般の大学に通って一般の服装アウトフィットを着てる人たちっていう存在ってまだまだ日本だとマジョリティの方たちはほぼ本当知らないぐらいな感じだと思うんです。だからそんな中で彼らがグリーンルームの中で支え合って誰かを思ってでたまには傷ついて励まし合ってっていう姿を社会に届けられるっていうのは本当にとってもポジティブなインパクトを与えられると思いますしあのうんだからすごく発展途上ではあるんですけれども、そこの発展をする上でとってもこのボーイフレンドっていうプログラムは寄与していると思います。Yeah, absolutely. I think, you said it perfectly. Like, queerness isn't a monolith. And so, for you, which of the Green Room's residents' stories most inspired you to see relationships in a different way? Because, like you said, like people come from all different backgrounds. そうですね。本当にこれもシーズン2、1でもそうだったんでしょうけれども、やはりこの恋愛の当事者ではない方たちだったり、その恋愛を応援する立場みたいな人たちがとっても本当にフランクでさまざまな悩みを聞いたりそれに対していいアドバイスを答えたりみたいなところでこの恋愛感情を抜きにしたところでやっぱ仲間同士が支え合うところ姿っていうのは、うん、とっても私は素敵だなと思ったし、そういったところもお茶の間には届いてほしいなというふうには感じます。Is there someone in particular you think had the most unexpected personal growth through the season? そうですね。個人的にはそうですね。強いてあげるとしたら、そうな、ひろやさんかな。私は、皆さん本当にそれぞれ魅力的で、素晴らしい方たちだと思うんですけれども、ひろやさんは本当にエピソード1とそのエピソード15を比べた時に、本当に表情だったり、人に対しての共感の示し方シンパシーの示し方だったり、優しさもともとお優しい方だとは思うんだけどそれの表し方みたいなものが本当に変わっていって私はすごい素敵だなというふうには感じました。Absolutely. He also got a little more comfortable putting himself out there, I'd say. um, a really big theme うんう this ん。season felt like it was second chances. And so, what did this experience teach you about the importance of はい giving はいは other い。people another try or just like not going off first impressions? そうですね。私も個人的にはセカンドチャンスはなかなか難しいっていうのをずっと思っていたんですけれども、実際この彼らがここで2度目2度目であって、このグリーンルームってある意味すごく特殊な空間だとも思うんですね。非常に本当に人間関係だったりそういったものにすごくフォーカスを当てざるを得ないっていう環境の中で、そのセカンドチャンスを見事にものにした方たちがたくさんいらっしゃって、これはこの私自身も学びになりましたね。あるんだって思いました、そういうことが。I'm curious, what is the first time, if ever, you felt represented on screen? Because this is going to be a lot of people's first chance to see themselves reflected. いやでも正直ね今でも私はそのクイアシーンを代表してるっていう感覚はなくて、むしろあんまり持たないようにはしてるんです。私の発言が本当にクイアシーンのコンセンサスみたいに捉えられちゃうと本当に良くないなというふうにも思っているので、あくまでも自分個人の意見としてはという形でいつも思っているし、そう言葉を添えてはいるんですけれども、
うん、ただやっぱりボーイフレンドのに関して言うと、自分がいろいろなコメントをさせていただいた時に、ゲイシーンだったりクイアシーンの友達たちが「もうあんた私の言いたいこと言ってくれてたわ」って言ってくれた時は、あながち間違ったことは言ってなかったんだなっていうふうに安心はできました。I mean it in the sense of, have you ever felt someone like who resembles you has been on screen before, or are you kind of a trailblazer for a lot of people in Japan? でもやっぱり、完全に同じではないとせよ、日本では本当に昔からメディアでさまざまなクイアアーティストたちがたくさん活躍されてきていて、私はそれを見ながら育って、その大きな流れの端っこに今いるっていうだけなので、本当にこう先輩方っていうのはとっても尊敬していますけれども、やはり、今までの日本でのメディアにおいてのこういったクイアアーティストの登場の仕方だったり、描かれ方っていうのはどうしても若干こうフラットなものではなかったと思うので、私もフラットな出方はしていないので、そういった意味ではもう彼らみたいな方がこれからどんどんもっと活躍してくれたら、若いクイアシーンの当事者たちがもっと希望を持てるんじゃないかなというふうには思います。Absolutely. When you found out that this was coming back for a second season, did you assign any homework to your fellow panelists? Were you like, I need you to read up on fill in the blank? いや、特にもう私からは何も本当に今回ご一緒させていただいたパネリストの皆さんは本当にこうクレバーで優しい方たちなのでシーズン1でそれを十分感じていたので、特にこのホームワークは出さずとも多分皆さんがそれぞれ今まで感じてきたことをこのシーズン2に持ってくるので何の問題もないなというふうには感じていました。Yeah, not meant to be an issue, just like, hey, these are the cool things happening in the gay community right now. I think that is my time. Thank you so much. I love the show so much, and you're such a delight on it. Congrats on everything. ありがとうございました。